どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は MacBook Pro M4 のモデル出ましたので、実際どうなのかところだったりとか、進化点ですね。進化点とか、このモデルすごいいいんじゃないかな。狙い目じゃないんですけども、細かいアップデートだったりされてますので、結論言うと M4 のモデルなんですけどね。だったりとか、MacBook Air とかに関しても微妙にアップデートありましたので、メモリが16からになったりとか、実質値下げみたいなところあるので見ていきたいかなと思います。で、連日ね、3日連続で発表されてるんですが、昨日なんで Mac mini が登場しておりまして、Mac mini を買おうかすごい迷ってますが、で、iMac もね、登場してますので、こちら2つとも動画出してますので、ぜひチェックしてもらえばと思います。気になる方はね。ということで、早速見ていきましょうか。で、11月8日発売ですね。全部なんで同じ感じにはなってる。で、予約もですね、もう始まっております。はい。ということで、Apple Intelligence のために設計 MacBook Pro でございます。この映像めちゃくちゃかっこいいなと思った。価格はですね、24万8800円税込みになっておりまして、据え置きになってます。で、メモリも 16GB から、以前は 8GB からだったんですけども、倍で同じ値段で買えるので、そこら辺もすごいいいとこなんじゃないかなと思います。なんで Apple Intelligence のために設計。Apple Intelligence ね、他でも使えるけどね、M シリーズ入ってれば。で、M4 と M4 Pro ですね。で、M4 Max チップ搭載されました。で、バッテリーがね、さらに伸びまして、最長24時間。なってます。はい。で、レティナ XDR ディスプレイかな。で、少し明るくなりました。ただちょっと注意点もある。で、センターフレームのカメラですね。被写体がね、自分が動いてもついてきてくれたりとかですね、画角を広げてくれたりっていうのが、MacBook にようやく入ったって感じかな。で、今回カラーとしては、スペースブラックと、シルバーっていう、2色のみですかね。なんで M4 のモデルも一応ね、スペースブラックね、高いモデルしか選択できなかったんですけど、今回選択できるようになったので、そこら辺もいいとこかなと思います。スペースブラックね、かっこいいかなと思います。シルバーは今まで通りのね、基本的なデザインは変わっておりません。基本的にはこの中身の、いわゆるマイナーアップデートにはなるのかなと思います。今回、M4 チップですね、こちら入っておりまして、ぽいね、なんかね。一応 M1 とのここも比較になってるね。なんでM3 とかからは、そんなに変わんないのかなっていう感じがします。M1 との比較で3倍近いものはあるので、M1 ぐらいからの買い替えを想定しているのかなというところでございます。で、今回、M4、M4 Pro、M4 Pro Max、全部出ましたね、ここら辺ね。M3 とはほとんどね、やっぱり変わらないのかなっていうところがありますね。グラフィック性能ね、相当上がったような気もするが、どうなんだろうか。第2世代のアクセレレートレイトレーシングエンジンっていうのが入っております。ゲームとかはね、かなりいいんじゃないかなと思いますけどね。で、M4 のモデルも32まで載せれるようになったのかな、メモリが。なので、インテル版との比較ですね。27倍。結構えぐいよな、そう考えると。Core i7 とかと比べて、インテル版の Mac と比べるとね、ほとんど、ほぼもう完全に別物なんですけども、やっぱり M3とかと見るとほぼほぼ変わってないっていう感じかな。ただ M1 からは割と進化はありそうなので、そこら辺からの買い替えはありなんじゃないかなと思います。性能的にね、不安があるならいいんじゃないかなっていうところ。M4 Pro とかは相当えぐいと思うけどね。最大で GPU20 コアでメモリも48。ただ Mac mini が64まで載せれるので、ここら辺がどうなのかなってよくわかんないんですけどバッテリー持ちのとこなんだろうな、多分な。はい。ここら辺はただ M3 Pro と比べても割とものによるけど、差はあるのかなって感じがしますね。で、M4Max に関しても CPU16、GPU40、メモリ128ってえぐいな、結構な。そうですね。割とでも M3Max から見ても、ちょっと進化はしてるのかなって気はする。ここを見る感じ。えぐいな。えぐいな。でも64倍って、Core i7 と比べてですね。インテル版と比べて。インテリジェンスに関してはもう使えますね。一応ね。英語バージョンに関しては、メールを構成したりとかね。Siri が賢くなったりとか。日本語はもう少し、来年以降の対応になります。で、今回バッテリー性能がね、なんか夜明けまで一緒にってなってるんだけど、最長で、M4 のモデルですかね、24時間、使えるようになったので、Mac 史上、最長になっております。駆動時間が。約30分で 50% までの、高速充電。これでも確か 100W ぐらいの充電器が必要あると思うんですけども、で、Mac
MacOS もね、こう使いやすくなってますからね、進化してきてビジネスとかね、グラフィックデザインとかいろいろ、アニメーションとかね、そこら辺はかなりね、動きを使うような動画とかはすごいいいんじゃないかな。ゲームとか特にね、ディスプレイと特にね、音がすごいいいんでね、で、iPhone のミラーリングとか、クリップボードね、iPhone 上の本当テキストとか画像とかもパッて、共有できるというのはすごいいい。で、ディスプレイがですね、リキッドレティナ XDR と基本的には一緒ですがね、前とね。ただ、標準で1000ニットに対応しました。で、あと1ニットまで輝度が下がるという、iPhone みたいになってるのかなんでね、反射防止コーティングっていうのも、これなんか iPhone ではなんか消されてたけどね、でこれもどうなるのかわかんないですが、一応されてるみたい。ナノテクスチャーディスプレイがね、こちらも選択できるようになりました。なんで反射とかを抑えるですね、選べるというところ、映り込みがすごい少なくなるのはいいと思います。オプションであるのはね、光を捉えるプロモーションテクノロジーはね、前からあるので、輝度が1000ニットになったんですけど、SDR か標準で。ただね、屋外限定なんですよね。通常はおそらく今までの600ニットだったかなるので、そこら辺がどうなのかなっていうところは、使ってみないとわかんない。で、M4 も確かね、この外部ディスプレイの出力対応したと思うんで、後ほど見たいと思います。カメラ、マイピーカー。で今回このセンターフレームですね、対応したので、ビデオ会議とかそこら辺はね、すごいやりやすくなったのかなと思います。で、デスクビューね、MacBook で使えるようになったんで、これいいですよね。上からの俯瞰映像みたいなのが共有しやすくなるんで、これはすごいいいなと思いました。マイクとかね、スピーカーはそもそももともと良かったんで、いや、いいよな。で、ポートがですね、サンダーボルト5かな。これM4 Pro Max に関しては対応。で、Wi-Fi はね、6E のままですね。Wi-Fi 7ではないんだっていう感じなんだけど、で M4 のモデルもこっちにね USB-C なかったんですけど、サンダーボルト、サンダーボルト4になりますけど、SD カードとかそこら辺は同じかなっていうところで、 M4 も外部ディスプレイ出力が2台まで出せるようになりました。で M4MAX に関しては4台かな。そんなにいらねえけど、妥協はありません。セキュリティ、タッチ ID は同じですね。タガスも対応しておりますということで、アップグレードするなら今が最高のタイミング。インテルベースから変えると、MacBook Pro とか相当違うと。全然別物。M1 あたりからなら割とありかなと思います。M4 にしたりとか。M1 搭載の MacBook、M2 もあったかな、でもね、MacBook Pro とか。デザインが変わってますので、M1MAX とか、ちょっと微妙な気がするけどな。バッテリー持ちは良くなるんじゃないかなと思います。っていう感じで皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、コメントいただければと思うんですけども、なんでラインナップ的にはこんな感じになりましたね。M1、M4、M4 Pro、M4 Max の14、16インチの MacBook Pro と M2、M3 の、Air になりましたかね。エアーはおそらく来年3月ぐらいに出るんじゃないかなと思うんですけども、ポートとかがやっぱりね、とか画面の差別化はされているところで、モデルをね、見ていきたいと思うんですが、おすすめ。なんでこの M4 のモデルがメモリ16からになりました。ここがすごいいいとこで、あとね、スペースブラック選べるようになりましたね。以前のモデルは、プロモデル、M3 Pro は、スペースブラックあったんですけど、なかったんで、あと USB-C ポートもね、サンダーボルト4が3つになったんで、右側にもつきました。これは大事。右がなかったんでね、M3 のモデルは。で、価格は据え置きなんですよ。それがすごいいいところかなと思いますので、いやー、なんで結構 M4 が狙い目なんじゃないかなと。で、M4 Pro が32万からになってるかな。で、こちらもですね、24かな。メモリが 24GB からになってるので、確か18だったのかな、以前のやつは。こちらまで 6GB 増えてる。で、MAX は36からになってたはずです。確か。M4 見ようかな。こうね、やっぱおすすめなんじゃないかなと思います。今回狙い目。で、ディスプレイがですね、ここでナノテクスチャーっていうのが選べるように。ただ反射もね、標準も反射の防止コーティングがされてるって書いてあったんで、これ変わったのかどうかよくわかんないんです。ナノテクスチャー選べるのはいいです。あと、ポリッシングプロスが付属しますので、Apple 信者の布ももらえます。一応。2万で付けれるのは、割といいかもしれない。で、メモリが32までですね。24かな、俺するとしたら。ストレージが2テラまでにはなってますが、1テラにして33万か。30万前半ぐらいで抑えるなら割といいかなっていう気もしますね。メモリ16とかで買えますので、24万だっていいん
じゃないかな。エアーとそんなに乗せたやつとそこまで大きくは変わらないので、買うとしたらこんな感じ。メモリを基本的には優先した方がいいと思います。もし迷ったら。メモリはね、後から変えれないんで、ストレージは外付けで逃がすなりどうにかできるんですけど、クラウドに入れるとか、どっか逃がせれるんだけど、ナノテクスチャもどうなんだろうな。これちょっと実際見てみないと何とも言えないところはあります。で、M4 Pro だな。M4 Pro に関しては、CPU あれか。G12 と GPU がね、結構強くなってる。ナノテクスチャは値段は同じですね。いやー、かなりこのこのプラス4万はおそらくそんなに変わんないと思いますね。これはどっちもそうだけど、これ。あんまり変わんないと思う。ここは正直選択しなくてもいいかなっていうところではあります。なんだこれ。32GB のメモリを追加する場合は、なるほど。なんで M4Max にしないと、なんだこれは。で、容量をなんか1テラになったんだけど。でもこれあれですね。多分プロセッサーによって選択できる範囲がかなり限られるような気がする。1にすると、でも24か48みたいな。24でいいけどな、正直な。48に1テラだと、なんか勝手に1テラだったな。41万か。高っ。これはでも M3 Pro とかでもいいと思いますね、正直な。で、Max にすると、36にするにはどうしたらいいんだ？M4Max を。これでは選択できないんだ。Max にしないと36できない。なんだそれは。なんだこれは。組み合わせがちょっと難しい。36GB は32個の GPU 搭載。M4Maxとの組み合わせで64にするためには40コアにしないといけない。40コアにすると、48以上が選べますよみたいな。64が選べるって感じか。60万えぐ。64にして、70えぐいね。96万8テラで。メモリを盛ると108万。きたー。マックス108万って感じですかね。ただ M4 Pro だと、でも48しかも選べないんだ。なんだこれ。8テラも選べない。でもマウスで、ナノテクスチャ入れたとしても63万ぐらい。どうなんでしょうか、これは。難しいね。なんか難しくなってる。ですけど、M4 Pro でいいでしょ、普通に考えて。で、せいぜい48で、テラかな。50万か。Mac mini がすごい安く感じるな。っていうところでございますが、どうですか、皆さん。モデルは。難しいですね、なんかね。仕様に関してなんですが、カラーがなんで、今回もうスペースブラックとシルバーだけになって、ここちょっとややこしいね。はい。M4 でいいと思いますね、正直ね。GPU が、基本的にはやっぱ GPU か。高効率コアが、でも4つ多いだけなんで、どうなんだろうな。高性能コアが8つか。でも4つ多いのか。でもここら辺はもうわからんっていうのが化け物すぎて。で、オプションが割と少し難しい感じではあるかな。で、ディスプレイに関してはなんで同じですね。基本ね。ただ屋外で明るくなったんだけど、屋外っていうのがあるので、基本は使えないっていうところを見ると、というところはある。はい。オプションはさっき見たので、バッテリーに関しては、M4 がね、一番良くなってます。最大24時間かな。ワイヤレスのインターネットで16時間になってますので、M3 から2時間伸びてるのが確かね。ちょっとワイヤレスインターネットはどうなのかわかんないんですけど、で、M4 Pro が多分前の M3 ぐらいになってるんじゃないかなと思います。で、MAX にするとちょっとやっぱバッテリーは落ちます。バッテリー持ちは MAX のモデルは基本的に良くない、やっぱり。もうほんと性能重視っていう感じなんで、M4 のモデルはサンダーボルト4が右側に USB-C が入りました。これは大事。これなかったから。前のモデル。ここ非常に大事です。ここら辺が変わったんでね、すごい狙い目かなと思います。はい。で、プロと MAX に関しては、サンダーボルト5が入ってるけど、なんでサンダーボルト4もなんで書いたんだろうな。どういうことなんだろう。いいや。はい。サンダーボルト5になってるんで全部。転送速度が上がってるんで、ここをどう取るかっていうところはあります。はい。で、あとディスプレイのサポートに関して、ね、やっぱ M4 と M4 Pro が同じになったんで、開いた状態で、2台出せるのかな。最大の 6K 解像度で 60Hz で2台出せます。外部のディスプレイ出力が。で、あと 4K で 144Hz まで。2台にすると 144Hz まで出せるっていう感じで、HDMI 経由か。でも、HDMI 経由で 8K。60Hz の外部ディスプレイ1台または 4K 解像度。でも 240Hz、1台かでもね。
まあ Mac mini とここら辺は一緒かな。でも Mac mini 2台出したような気がするけど、まあいいか。ここら辺がね、意外と Mac mini の方が良かったりする。M4 とか M4 Pro に関しては。ね、まあそこら辺がやっぱりね、据え置きと持ち運べるかの違いではあるかな。で、M4 Max は4台までいきます。かなりここら辺はね、えぐいけどね。こんないらねえけど。または、これややこしいな。60Hz2 台と、まあちょっと台数を減らせば基本的には上がるみたいな感じかな。なので、まあかなり M4 もね、外部ディスプレイ出せるようになったんで、2台か。これはいいところ。はい。ただ Wi-Fi か Bluetooth に関しては、これ多分変わってないね。6E で 5.3。まあ、一応デスクビューには対応した。まあそんなもんだと思いますね。はい。で、重量に関しても、やっぱり微妙に違いますね、モデルによって。MAX が一番、まあそんな変わんない。4が軽いね、やっぱりね。もう M4 でいいよって感じはする。持ち運ぶんでね、急速充電とかおそらく一緒でしょう。まあそんな感じでございます。はい。なのでかなり M4 がね、非常にコスパ良くなっているんじゃないかなと思いますので、買うなら M4 だな、狙い目は。なんですが、今回あと MacBook Air に関しても、まあ性能とかは特に変わってないんですが、この M3、M2 に関してですね、標準が全部、メモリがですね、8GB からだったのが 16GB になりました。で、値段は据え置きなんですよ。ここもなかなかいいですね。もうなんか Air でいいと思うけどな、俺は。個人的には M4 Pro とか積んでほしいんだけどな。積んでくれたら M4 Pro にするかもしれないけど、まあ M4 のモデルはおそらく来年3月か6月ぐらいに出るんじゃないかなと思いますので、ただ全然 M2 とかでも普通に使う分には、M2 もね、メモリ16にからになってて値段据え置きなので、まあ、ここら辺すごい狙い目というかね、普通に使う分にはこれでね、もう全然いいですから。もう M2、M3 と今使ってきましたけど、15インチももちろん16からになってるんで、まあこれは紙アップデートかもしれない。まあ実質値下げみたいな感じではあるんで、こちらもちょっと検討してもいいかなと思います。一部これ Amazon で出ておりました。MacBook Pro は多分まだ見れないのかな、これね。一応貼っとくけど、ポイントとかがね、割とついたりするので、値段は今のところ一緒なのかな。なんですけど、なんか iMac はね、もう安いんだよね。19万9800円なんですよ。8800円か。もうなんか8000円ぐらい安いんだよね。ポイントが、まあ 1%、2000ポイント弱つくので、おいおいおいっていう。おいおいおい、多分ほぼほぼ発売日にこれ届くんじゃないかなと思うんで、こんなにね、いっぱい注文来るっていうことは考えづらいんで、まあ USB-C になりましたよ、全部。はい。まあ詳細は別の動画で解説してるんで見てほしいんですけど。で、Mac mini はさすがに安くはなってないが、ポイントは一応つきますね。なんで、まあ割と Amazon もありかなと思った。9万円のモデルとか。安いね、やっぱ Mac mini。まあ一応全部こう出てはいるみたいなので、MacBook Pro もおそらく近日中に見れるようにはなると思う。MacBook Air に関しても全部ね、メモリが16からで変えられてたので、いいんじゃないかな。多分 iMac は全部安いんじゃないこれ。Mac mini は多分まだ安くなってない気がする。ややこしいね、ここら辺な。M4 Pro も多分安くなってないはず。なので、ポイントとかつくので、Amazon のポイントとかある方はいいんじゃないかなと思いました。はい、ということで、まあ前回、この Mac mini ね、かなりやっぱりコストパフォーマンス高いか、まあ M4 の MacBook Pro、さっき見てもらったやつですね、まあ、非常にスペースブラックも選べるようになったし、まあ iMac もね、なんだかんだいいんでね、まあ、デザインはでも iMac がいいよな。かわいい。カラー張りがすごいいい感じなんですよ。これどっちも解説してますので、Pad mini とか AirPods とかもレビューしてるんで、ぜひ見てみてください。あとコミュニティ欄でいろいろ発信していきますので、チェックしていただければいいかなんで、この動画少しでも良かったよと思った方は高評価とチャンネル登録お願いいたします。はい。ちょっとまたどれ買うかわかんないんですけど、まあレビューできたらしますので、まあ iPhone 16とかもね、ケースとかもいろいろあるので、ぜひチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。じゃあまたねー。いやーでも M4 がね結構やっぱいいなと思いましたね。メモリ16で512になって、まあ512は一緒か。24万8800円。いやー絶妙にいいとこだよね。難しいな。まあエアーも、いやーそうなんだよね。エアーどうしよう。ただ Mac mini がコスパ良すぎてさ、なんか Mac mini に今すごい心が揺らいでいる。安いよ。これは。首安い !M4 でさ、だって12万4800円か。まあディスプレイとかね、まあ半額ぐらいだもんね、これね。いや、まあ画面とキーボードとかはいるけどさ、まあ僕はあるから、ありです、これ。はい。意見を聞きたい。どうですか。